塗装だけではない。本当の目的は裏で手配が進んでいる。こちらを3年後、動画公開予定。ハローエブディ。はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。さて、メインプロジェクトに取り掛かれるのは9月22日から、そこから10月5日朝までに全て終わらせる。そして4日間で塗装を終わらせ、10月11日神戸でデッテユーさんとお会いする。この中で最強はクアシイソトロピック？45度でレイヤーを重ねてあんのか。引っ張りに強い。カーボンプレートは見える大部分を 3K 仕上げとしている製品が多いですが、中身は UD カーボンを0度、90度で交互に重ねることにより強く作られております。そこでこのクアザイアイソトロピックカーボンはさらに間へ45度とマイナス45度をかますことにより斜め方向も強くしてやろうという一品。とにかく俺は見つけられる最強のカーボンを探していた。そして行き着いたのがドラゴンプレート。 NASA にも供給しているまさしく世界最高峰の企業だ。だいたい16分の1インチやと 1.58 や。これやな、255ドル。いや、わからん。標準またはカスタム製品の見積もり依頼、これや。トップチューブサイドの特殊サイズがオーダー可能か聞いてみた。We don't have a sheet in this size. You could cut these to ぶった切れるよ。シッピングメソッド222ドルって2万円やぞ。いや、まあでかいけど。アレンジシッピングメソッド And this would reduce your shipping charges。 やっと注文完了したわ。やるか。今回はほんまに心臓がすごそうなので、ほんまはもう絶対固定せなあかんのですけど、これでいきます。すっげえなこれ。最悪なんか下にかませばギリギリ水は出そうなのか。これはちょっと作戦ミスやな。何これ、どういうこと？マジかよ。うわ、これ知らんかったわ。いけるぞこれで。いやー、楽しみに始めたこの計画ですけどね、悲しいですね。あと3ヶ月15周年です。どんなとこ行ったな。ありがとう。必ず生まれ変わらせる。やるか。2時間ぐらいで終わったんかな、こっちは。最初に開けた方は4時間ぐらいかかりましたね。OK、 第1段階完了です。やっちゃいましたね、ついに。若干たわむかな。
ああ、なるほど。リューターのディスクは15枚くらい使用しましたね。6枚は終わっちゃいましたけど。はい、ただいま限りなくゼロです。ステージは 0.2 と 0.0。 待たせたな。来たぜ。商品代金は実に1万8000円を超え、送料は7000円を超え、関税は1200円、2万8000円だ。ドラゴンプレイください。アイゾトロピックカーボンシートでございます。あ、これ表がツヤありとかいう、違うな。どっちもツヤなしっすね。軽いね。はるばるアメリカからありがとうございます。へえ、どこで重ねてるかほぼわからん。全然違うわ、俺の持ってるカーボンプレートと。前 10mm のカーボンプレート買いましたけど、これがスチールと比べてどうかっていうね。すごいわ。あ、ほんまにねじり強いな、これ。後輩マジで我ながらマジで。でもいける気はするわ、すごく。そうなんですよね。だからほんまにこれ切り売りやったらね、もっと安かったでしょうね。だっている分がこんぐらいですもんね。ドラゴンプレートの型から俺さんですけど、返信が返ってきておりました。 Received the sheet and thank you for your kind words。 無事終わったらまた見たい、その写真を。嬉しいですね。ここに来て横幅も前の方が太いんじゃないか説が浮上してきたぞ。31ぐらい。うわ、マジかよ。しかしやるしかない。セットに1時間ぐらいかかったですね。死にの輪なんですよね、これ。あと 0.5mm で刃がつくギリギリになってます。これがね、X 軸一番左までやった時で反対にするでしょ。どうですかこれ。もう 0.05mm でも刃当たりますね。これから行う作業は今回のプロジェクトの中で最も重要な第2段階になります。では最終チェックを行っていきましょう。手前の線確認。僕も手前の線確認。第一段階ができた。あまり芳しい状況ではない。まずここの固定もねヘックスに変えました。ちょっとね、これは気づくんが遅かったですね。はい。でずれたりしてちょっとここ虫っぽいになってたり、ここはね単純に私のやりすぎですね。はい。であとねこれもちょっとね虫食ってるでしょ。これねなんとこの縦軸ね Y 軸が手前に出てるじゃないですか。ステージのど真ん中に対してこう振動でちょっと踊るんですね。まあステージのこの横のねこれで固定を行ってなんとか、これやったら精度出ました。
状況が厳しすぎるのほんまにやば。お、その後の日曜日ならどの日でも問題ないですし、誠に申し訳ない。しゃ頑張れ、あと一遍や、あと一遍、もうここだけや、ここだけ。テイクオフ。どうやってきたぜ。絶対触ってみたい。長かったな。65点かな。ほんまでもいろんなことは学びましたね。もうおかしいと思ったらやめることやね。急に音が変わるとか絶対緩んでます。でもまだ終わっとらんからね、ここからカーブもせなあかんからやろうか。前買うた 10mm のカーボンと全然違う。硬い。やるぜ。さあ50時間近くかけてどんな感じか開けていこう。ラベンちゃん、無臭。これすごいな。大体すごい匂いすんねんけんな。うわ、息がねえ。はい、リベンジだぜ。どうですか。やってまいったぞ。どう？どうだ。お、サビ落ちてるわ。すげえこれ。おお。このシートチューブの中。おお、どうだ。あタンクの場合はですよ、やった後に中に綿とか水分を吸い取ってくれるもんを入れてくれっていう風に説明では書いてあります。風で乾かしたりとかそういうことをするより拭き取るっていうのが大事なんですね。あ、金属用接着剤ちょっと溶けてるね。カーボンブレードをねちょっと試着してみたいと思います。これはやばいね。
できたぜ。ようやく。マジ化石やわ。やべえ。まあぶっちゃけね、このテストするかどうかは結構最後の最後まで迷いました。テストする意義としては、まあ、これをもし接着してからテストして割れた場合、もう非常に戻すんが困難だということです。さあ、試験ができる公道ではない場所にやってまいりました。今回行っていくテストはリム打ちのテストです。そして背中には8キロのウェイトが入っております。これによって体重よりも強い衝撃を再現することが可能です。10回10セットぐらいでいきましょうか。これは怖いな。うわ、ぶねえ、やばすぎ。チェーンついてんからね。こうか。めっちゃハンドル下向いてる。すごい。あれだ。あと50回。さあラスト10回。もう強く強く。ラスト。ご覧ください。リュックぶっ壊れました。では帰ってチェックしましょう。フロントホイールのね、ハブのナットすらちょっと緩んでましたからね、ほんとすごい衝撃でしたね。柔らかいけど硬いジーナスから GM8300 でございます。金属用、そして FRP やカーボンにも使うことのできる接着剤です。溶接と同じぐらい強いっていうのが本当に溶接と同じぐらい強いかっていうと、実はそうではございません。バチッバチッバチッって言ってスポット溶接、そこだけ一瞬溶かしてくっつけるっていう方法があるんですけど、点々とそれからグニューって塗ったパネルボンドが同じ強度。あかんねん、それじゃあかんの。もう本当に同じ条件でやって溶接と同じぐらいじゃないと。調べました、いろんな数値を。そして行き着いたのがこの8300でした。効果時間に関してなんですが、結構いろいろと書いてあります。そのままの条件でさらに 2,3 時間加熱させるとベストな効果性能が引き出せますと書いてあります。60度から50度なんですけれども、効果が早い条件、温度が高い50度以上は NG と書いてあります。なので50度でいこうと思います。どうじゃ。おお、すげえ。49。こうしてこうして、はい、いけてるね。これよ。あ、やらかしたわ。よかった、ドライヤー壊れてんからええわ。いやー、もうこれ高いのに。レフトブレード軽っ。ライトブレード38ですね。入念に脱脂しときましょう。ちょっと広めをね、脱脂しとくんがいいです。温めといた方がうまくいくらしいんで入れときましょう。シャンバンいくぜ。公開作業が追いつかん。肩の汗も終わらんのちゃうか。これはまずい。
すごいなこれ。レールガンみたいな。おお、一体化しとるね。お、すごい。これで両面カーボンです。よいしょ。ちょっと昨日ねマジ腰痛すぎたんでウェイトの下にねクッションを入れました。さあ耐えてくれよ。さあ強度テストもあと10回。よし7 凄まじい接着力を発揮しています。全然大丈夫ね。パキンとかポキンとかも言わへんね。踏めましたプロトタイプ。どうなんやろな、前との差は。150g ぐらい軽くなってるはずです。前よりは軽い気がします。衝撃が特にフロントは少ない気がするね。